皆さん、こんにちは。本日は、世界で日本車比率が高い国トップ10というテーマで、各国ごとに日本車が支持される理由や特色について徹底解説していきます。日本車の魅力は、国内だけでなく、海外でもその品質や耐久性、経済性が高く評価され、多くの国で主役級の存在となっているんです。今回の動画では、各国の事情や背景を詳しくご紹介しながら、その秘密に迫っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、まずはこの動画の概要からお伝えしましょう。日本車といえば、トヨタ、ホンダ、日産などの国産メーカーが世界中で活躍していますが、その人気の秘密はどこにあるのでしょうか。日本国内での厳しい品質管理、そして世界中に輸出される中古車市場の拡大、各国の市場や文化、経済環境がそれぞれ異なる中で、日本車がどのような役割を果たしているのか、その背景を探ることで、今後の自動車市場の動向も見えてくるかもしれません。では、順を追って各国の詳細に迫っていきましょう。第1位、日本。まずは当たり前ですが、我が国、日本です。国内市場においては、日本車はその存在感が絶大です。日本車メーカーは、国内の厳しい法規制や高い安全基準をクリアするため、徹底した品質管理を実施しています。日々の車検や定期点検を通じて、常に最良の状態を保つための努力が惜しまれません。さらに、日本国内では新車はもちろん、中古車市場も活発に流通しており、消費者の安心感と信頼が支えとなっています。また、日本独自の道路事情や気候、さらには都市と地方で求められる車両のニーズに合わせた多様なモデル展開も日本車の魅力の一つです。例えば、都市部では小回りの利く軽自動車が、地方では快適な長距離移動を実現する車種が好まれるなど、利用シーンに応じたラインアップが充実しています。こうした背景が国内における日本車の圧倒的なシェアを維持する原動力となっているのです。第2位、ニュージーランド。次にご紹介するのは南半球の国、ニュージーランドです。ここでは特に中古の日本車が大人気で、その理由としてはコストパフォーマンスの高さが挙げられます。日本車は状態の良い中古車として輸出され、現地の消費者にとっては新車を購入するよりもはるかに経済的な選択肢となっています。ニュージーランドは地理的に日本からも近く、輸送コストを抑えられる点も魅力の一つです。さらに、都市部に限らず、田舎の細い道路や山間部の道でも走ることができる耐久性、そしてメンテナンスのしやすさが評価され、広く普及しています。現地では、経済成長とともに車の需要が増大し、信頼性の高い日本車がそのニーズにしっかり応えているのです。第3位、オーストラリア。続いて、オーストラリアです。広大な国土と多様な気候条件の中で、日本車が高い支持を受ける理由は、まずその耐久性にあります。オーストラリアでは、広い道路網を駆け抜けるために、車のメンテナンスのしやすさや部品の入手のたやすさが非常に重要です。日本車は、国内での厳しい品質管理により、耐久性や走行性能が非常に高く、特に中古車市場でその価値が再確認されています。また、都市部ではコンパクトな車種が好まれる一方、アウトバックなどの過酷な環境下でも安心して運転できるモデルが多く存在します。こうした多様なニーズに応えることができる点が、オーストラリア市場において日本車の高い人気の根幹となっています。第4位、アメリカ合衆国。そして、アメリカ合衆国。アメリカ市場は世界最大級ですが、その中で日本車は確固たる地位を築いています。トヨタやホンダ、日産などのブランドは、アメリカ人にとって信頼の象徴であり、耐久性や燃費性能、そしてリセールバリューの高さが評価されています。アメリカは広大な土地と多様な気候、さらにはライフスタイルの違いが大きい市場ですが、日本車はその全てに柔軟に対応する設計がなされているのが特徴です。都市部でのエコカー需要から長距離運転に適したモデルまで幅広いラインアップが用意されています。また、現地のディーラー網やアフターサービスの充実も日本車が選ばれる大きな要因です。実際、家族での使用や通勤、レジャーといった様々なシーンで日本車が選ばれている理由がここにあります。第5位、イギリス。次はヨーロッパの一角、イギリスです。イギリスは環境規制や燃費基準が非常に厳しい市場であり、こうした中で日本車はその環境性能や燃費効率が高く評価されています。中古車市場も盛んで、
品質が保証された日本車が長期間使用されるケースが多く見受けられます。加えて部品供給やアフターサービスのネットワークがしっかりしているため、長期的な安心感があるのも魅力です。英国ではコンパクトカーやハイブリッドカーが特に人気であり、日常の通勤や買い物といった用途において日本車の信頼性と経済性が非常にマッチしているのです。歴史と伝統が息づくこの国で日本車が新たな価値を提供している姿はまさにグローバルな成功例と言えるでしょう。第6位、南アフリカ。ここからは少し視点を変えてアフリカ大陸へ。南アフリカでは日本車が非常に高い支持を得ています。その理由としてまず挙げられるのは過酷な道路状況に耐える堅牢な設計です。南アフリカの道路は都市部と郊外、さらには未舗装路まで多様で気候も乾燥しているため車両の耐久性が極めて重要となります。日本車はこうした環境下でも高い信頼性を発揮し、メンテナンスや部品交換のたやすさも評価されています。さらに現地の人々は経済的な理由から中古車を多用する傾向があり、その中で良好な状態で輸出される日本車はまさにコストパフォーマンスの王者として支持されています。現地の事情に合わせた耐久設計が南アフリカにおける日本車の高いシェアを裏付ける要因となっているのです。第7位、ケニア。続いて東アフリカの代表国ケニアです。ケニアでは経済的な背景から手頃な価格で入手できる中古日本車が主要な移動手段として広く普及しています。現地では都市部のみならず農村部でも車が欠かせない生活インフラの一部となっており、日本車の耐久性や整備のしやすさが大きな魅力となっています。ケニアの道路は舗装されていない区間も多く、泥やほこり、厳しい気候条件に耐えうる車両が求められます。日本車はこうした環境下で確かな実績を積んでおり、長年にわたって信頼を勝ち取ってきました。また現地での整備ネットワークが充実している点も消費者にとって大きな安心材料となっているのです。こうしてケニアでは日本車が圧倒的な支持を集め、その比率の高さにつながっているのです。第8位、タンザニア。ケニアと同様にタンザニアも東アフリカに位置する国ですが、ここでも日本車の存在感は非常に大きいです。タンザニアでは日本から輸入された中古車が公共交通や物流の基盤として活用されており、その背景には信頼性とメンテナンスのたやすさが挙げられます。タンザニアは気候が高温多湿であるため、車両の耐熱性能や防水対策が重要となります。日本車はこうした条件に適した設計がなされており、長期間にわたって安定したパフォーマンスを発揮できる点が評価されています。また現地の技術者による整備がしやすいことも日本車が選ばれる理由の一つです。経済的な理由から耐用年数が長く維持費が抑えられることがタンザニアの消費者にとって大きな魅力となっているのです。こうした要素が複合的に作用し、日本車の高い比率が維持されている背景にあると言えます。第9位、フィリピン。次にご紹介するのはアジアの国フィリピンです。急速な経済成長とともにフィリピンでは手頃な価格でありながら高品質な車両が求められるようになりました。日本車はその燃費効率や環境性能、そして長寿命といった点が現地のニーズにぴったりと合致しているのが特徴です。フィリピンは島国という特性上、都市間の移動や郊外へのアクセスにおいて燃費性能が特に重要視されます。また道路事情も多様であり、都市部ではコンパクトな車種が好まれる一方、地方では荷物運搬や家族での長距離移動に適した車両が求められています。日本車はその多様なラインナップによってこれらの需要に柔軟に対応することができ、結果として市場での高いシェアを維持しています。さらに現地での信頼性の高さや部品供給の安定性もフィリピンの消費者が安心して選ぶ理由となっているのです。第10位、インドネシア。最後にご紹介するのは東南アジア最大級の市場であるインドネシアです。多様な地形や気候条件を持つインドネシアでは、日本車がその堅実な設計と信頼性で高い支持を受けています。インドネシアでは特に中古車市場が非常に活発であり、日本から輸入される車両は都市部のみならず地方でも広く利用されています。多くの消費者は経済的な理由から新車よりも状態の良い中古車を選ぶ傾向があり、
その中で日本車は品質が保証されているという信頼感があります。また現地の整備ネットワークも充実しており、万が一のトラブルにも迅速に対応できる体制が整っているため、長期にわたって安心して使用することが可能です。インドネシアの多様な需要に応える日本車の柔軟性が結果として市場全体でのシェアの高さに直結しているのです。エンディング。以上、世界で日本車比率が高い国トップ10について各国の特色や背景を交えながら詳しく解説してきました。ご覧いただいた通り、各国で日本車が選ばれる理由は一つではなく、耐久性、経済性、環境性能、さらには現地の道路事情や気候に合わせた設計など多岐にわたる要素が複雑に絡み合っています。改めて考えると、日本車が世界中で長年にわたり愛され続けているのは単なる偶然ではなく、日々の品質管理や技術革新、そして国際市場における柔軟な対応力があってこそだと実感できます。今後も日本車がどのようにグローバルな市場でその存在感を示し続けるのか、非常に興味深いところです。今回の動画が皆さんの自動車に対する見方や国際市場の背景を理解する一助となれば幸いです。もしこの動画が面白かった、または参考になったと感じた方は、ぜひいいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。コメント欄で皆さんのご意見や他に取り上げてほしいテーマなどもお待ちしています。補足トーク豆知識コーナー。ここで少し豆知識を。実は各国で日本車が選ばれる理由は単に性能が良いだけではなく、文化的背景や経済的事情が大きく影響しています。例えばニュージーランドでは自然環境の厳しさと輸送コストの問題が中古車需要を押し上げ、ケニアやタンザニアでは経済的な理由からメンテナンスのしやすさや耐久性が特に重視されます。アメリカやイギリスでは信頼性だけでなく、燃費性能や環境への配慮が消費者の選択基準となっており、日本車はその両面で高い評価を得ているのです。またこうした市場ごとの違いは、各メーカーが現地のニーズに合わせたモデル開発や改良を行っていることにも起因しています。世界中で統一された品質管理と現地ごとのカスタマイズが見事に融合することで、日本車はグローバルに支持され続けていると言えるでしょう。クロージングトーク。今回の台本では世界各国における日本車の普及状況とその背景にある経済的、文化的、技術的な要因について徹底解説してきました。視聴者の皆さんにはただ車が走っているという現象の裏に数多くの努力や工夫、そして市場の動向があることを実感していただけたのではないでしょうか。また日本車の普及は単なる自動車産業の成功事例だけでなく、国際交流や経済のグローバル化、さらには技術革新の一端を担っていることも示しています。各国の消費者が自国の生活スタイルや環境に合った車を求める中で、日本車は常に信頼と安心を提供してくれているのです。このような視点から見ると、私たちが普段何気なく利用している車が実は世界中で様々な意味を持って受け入れられていることがわかります。今後も各国での日本車の活躍から目が離せません。皆さんもぜひ周りの方と意見交換しながらこのテーマについてさらに深掘りしてみてください。エピローグ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今回の内容が皆さんの知識の一助となり、また新たな発見や驚きをもたらすことを心から願っています。コメント欄で皆さんが実際にご自身の地域で見かけた日本車のエピソードや他に取り上げてほしい国、地域の話題などどしどしお寄せください。皆さんのご意見をもとにさらに充実したコンテンツをお届けできるよう努めてまいります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。Stay tuned and drive safety.